明けましておめでとうなのだ。おめでってもう2月ですわよ。もう2月なの？早すぎるのだ。そういえば私たちこのチャンネルの動画に出るのって初めてじゃない？とりあえず自己僕の紹介名前はずんだもんなのだ。人間の姿をしているけど、こう見えて枝豆の妖精なのだ。よろしくなのだ。私の名前は四国メタン。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで今回は僕たちがこの動画を担当するのだ。それでは早速始めるのだ。今回は角見浜集落について見ていくのだ。確かこの地域は電波が悪いとか文句言ってたこの投稿の場所ね。そうなのだ。ところでこの角見浜集落ってどこら辺にあるの？新潟県新潟市西蒲区の牧地区にある日本海に面した砂浜の集落なのだ。砂浜の集落？それは素敵ですね。でもなんでそんなところに集落があるの？その起源は諸説があるんだが、一つは能登国から朝倉氏の残党が織田氏の圧政に耐えかねて移住したという説なのだ。朝倉氏の残党？それはすごい歴史があるのね。そしてもう一つはもともと岡浜村の小技としての角見であったが、1608年に分村したという説なのだ。1608年に分村した理由は何だったの？それはわからないのだ。もしかしたら海の幸や塩田で独立したかったのかもしれないのだ。でもあくまでも僕の想像だから断言できないのだ。なるほどね。で、分村した後はどうなったの？その後は波かけと山崩れという二重の最悪に見舞われたのだ。波かけと山崩れ？それはどんなやつなの？波かけとは数十年に一度波によって海岸の土砂が根こそぎ奪われる侵食現象なのだ。それってめちゃくちゃ怖いじゃん。家とか壊れちゃうんじゃないの？メタンが言う通り、家屋が倒壊して埋没してしまうことがたびたび起こってしまっていたのだ。さらに波かけによって角見浜集落につながる現役の市道がえぶり取られてしまい、通行できない状態になっているんだ。それはとても大変なことだわね。じゃあ山崩れは？山崩れとは山の斜面が崩れて土砂が流れ込む現象なのだ。それもめちゃくちゃ怖いじゃん。高地や道路が山崩れによって失われちゃうんでしょ？そうなのだ。残ったわずかな高地も山崩れが起きるたびに狭められていき、ついにそのほとんどが失われてしまったのだ。それはとても悲惨な出来事ですわね。じゃあどうやってこの集落の人たちは生きてたの？生きていくためにはやはり他にも仕事を見つけなければならなかったのだ。そこで集落の人たちは越後毒消しという薬の商売を始めたのだ。越後毒消し？それはどんなやつなの？越後毒消しとは食中毒や便秘や下痢に効く生薬で、角見浜の称名寺に伝わる製法で作られた丸薬のことなのだ。なるほどね。現代でいうせいろがんやシンビオフェルミン S 錠のようなものね。それとさっき言っていた称名寺ってどんな寺なの？称名寺は角見浜の中央に位置していた寺院で、越後毒消しの発祥の地とされているのだ。なるほどね。その越後毒消しを使ってどんな感じで商売していたの？最初は村の男性が商売を始めたのだが、後に女性も参加するようになったのだ。女性も商売に出たの？それは現代では普通のことだけど、この時代では珍しいわね。そうなのだ。メタンの言う通り、この時代に女性が働くのは珍しいのだが、仕方がなかったのだ。その理由として、波かけや山崩れによって土地を失った女性の中には、毒消し娘としてこの商売に携わった人が多かったからなのだ。角見浜集落の人たちは波かけや山崩れによって土地を失い大変な思いをしていたんですね。そうそう、毒消し娘で思い出したけど、
確か歌にもなったんだよね。そうなのだ。宮城まりこさんが歌った「毒消しシャイランカネ」という歌謡曲は毒消し売りの女性を歌ったものなのだ。なるほど、こういった経緯があってこの歌謡曲が誕生したんだね。ところでその後角見浜集落ってどうなったの？ 1971年に角見浜集落で牧原子力発電所建設計画が発表されたのだ。牧原子力発電所建設計画？それはどんな計画なのよ？その名の通り、東北電力が角見浜地区に原子力発電所を建設するという計画なのだ。原子力発電所を角見浜地区に建設するなんて、それは大変なことじゃないの？そうなのだ。牧原子力発電所建設計画によって角見浜の住民は集団離村を余儀なくされたのだ。集団離村？それは悲しいわね。それで集団離村を余儀なくされた住民たちはどこに行ったの？それはわからないのだ。でも1974年7月にこの集落最後の住民がこの地を去ったということは分かっていて、角見浜集落は完全に廃村となってしまったのだ。それはとても悲しい出来事ですわね。で、角見浜集落の住民を追い出した東北電力はその後計画通りに牧原子力発電所を建設したの？それが建設されなかったのだ。どうしてなの？それは角見浜集落周辺の住民の反対によって原子力発電所建設計画が白紙になったからなのだ。もしかして原子力発電所の安全性に不安があったから反対したってことかな？おそらくその通りなのだ。みんなが知っている最近の原子力発電の事故だと、2011年に起こった福島第一原発の事故なのだ。この事故では東北地方太平洋沖地震によって破損した原子炉から大量の放射線が漏れ出てしまい、原子力発電所周辺住民が帰宅困難者となってしまったのだ。このような事故が起きるずーっと前から角見浜集落周辺の住民たちは昔から原子力発電の危険性について理解した上で反対したことがよくわかるのだ。なるほど、目先の利益に踊らされず原子力発電所のリスクを考えていた牧住民はすごいですわね。それじゃあ今の角見浜はどうなっているの？今の角見浜には集落の面影はすでになく、その多くが東北電力の所有地になっているんだけど、その土地にはまだ角見浜の歴史や文化が残っているのだ。それは興味深いわね。でも今は東北電力の土地になっているから大変貴重な歴史や文化もこの目で直接見ることができないんじゃないの？そうなのだ。メタンの言う通りで、現在は東北電力の所有地になっているから一般人は立ち入ることができないのだ。それは残念だわね。じゃあ角見浜に行く意味はないってことなの？いや、残っているのは歴史とかだけじゃないんだ。実は角見浜付近にはまだ見るべきものがあるのだ。見るべきもの？それは何なの？それは角見浜付近から見る夕日なのだ。夕日？そうなのだ。角見浜付近から見る夕日は日本海に沈む様子がとても美しい絶景なのだ。へえ、それはぜひとも見てみたいわね。で、どこから夕日を見るの？一番おすすめなスポットは浦浜簡易郵便局付近なのだ。この郵便局の近くから直接海にアクセスすることができるので、海に沈む夕日を目の当たりにすることができるのだ。その場所に行くにはどうすればいいの？この場所に行くには越後七浦シーサイドラインという道路を通る必要があるのだ。詳細の場所は概要欄に貼っておくからチェックしてほしいのだ。後で概要欄のリンクをチェックしてみますわね。そういえば越後七浦シーサイドラインってどんな道路なの？越後七浦シーサイドラインとは新潟市西蒲区の牧地区から柏崎市の七浦地区までを結ぶ国道402号線の一部なのだ。これ以上話すと長くなるから
越後七浦シーサイドラインについては他の動画で話そうと思うのだ。ますます行ってみたくなったわ。角見浜付近から見る夕日をこの目で一度見てみたいわね。そうだね。それではメタン、早速出かけようかなのだ。今から行くの？ふっかるすぎですわ。というわけで今回の動画を超簡単にまとめると、角見浜集落は波かけや山崩れや原子力発電所計画によって消えてしまったが、その歴史や文化や自然はまだまだ残っているということなのだ。これにて今回の動画はこの辺りで締めたいと思うのだ。他に取り上げてほしいものがあったらぜひコメント欄や Twitter の DM や返信、目安箱などなどで教えてほしいのだ。というわけでご視聴ありがとうございました。